こんにちは、ロビンです。テルルだよ。このスクリプトってどういう意味なんですか？プロンプツ from ファイル or テキストボックスオートマチック11に最初から入っているスクリプトですね。要約すると、ファイルまたはテキストボックスのプロンプトを使うって意味になりますね。選択するとチェックボックス2個とテキストボックスドロップエリアが出てきます。このスクリプトを選択するといつも使っているプロンプト欄を無視して、代わりにこのテキストボックスをプロンプト欄として使用します。試しながら見てみます。いつものプロンプト欄にワンボーイシルバーヘア、ネガティブにワーストクオリティ、ロークオリティと記載して、現れた下のテキストボックスにワンガールブロンドヘアと書いてみます。ジェネレート。金髪の女の子が出てきましたね。情報を見てみると上のプロンプト欄が無視されて、テキストボックスのプロンプトだけを参照してますね。わかったけどこれじゃ普通のプロンプト欄と変わらないぞ。実はこのテキストボックスには特殊な機能があって、プロンプトを開業すると別のオーダーと認識してくれるのです。試しにワンガールレッドヘア、開業、ワンガールブルーヘアと打ってみます。ジェネレート、2枚出てきた。開業を挟んだことで別のオーダーとして受け取られ、赤い髪の子と青い髪の子が別々に生成されましたね。なるほど。これは試してみたいプロンプトがたくさんあるときにまとめて出力させるのに便利だね。そうですね。さらにテキストボックスへの記載だけでなく、テキストファイルからの読み込みも可能です。例えばメモ帳に5色の紙の女の子を書いて保存します。そのメモ帳を WebUI にドロップしてみると、自動でテキストボックスに入った。このようにあらかじめ出力したいプロンプトをメモ帳にまとめておいて、一気に出力できちゃったりしますね。上のチェックボックス2つについて、どちらもチェックなしの場合、画像1枚ごとにランダムなシード値が割り振られます。確かにバラバラだね。そして上のイテレートシードにチェックを入れた場合は、生成ごとにランダムなシード値が割り振られるのは変わりませんが、画像ごとにシード値が連番になります。これはバッジサイズ増やして出力した時みたいな感じだね。そして下のユーズセームランダムシードにチェックを入れると、生成ごとに全ての画像でシード値が統一されます。連続生成するときに生成ごとにシード値固定したい場合なんかにいいかもね。まとめです。オートマチック11に最初から搭載されているスクリプト、プロンプツ from ファイル or テキストボックスはいつも使っているプロンプト欄に代わって、新たなテキストボックスをプロンプト欄として使用することができる。そして開業を挟んで入力することで、複数の生成オーダーを1回のジェネレートで同時に出力することができる。トイレやお風呂で離席する際など、ジェネレートフォーエバー機能を使うときに設定しておけば、いろんな種類の画像を出力できちまうってことだね。大量生産したいときに便利なので使ってみてくださいね。今日はこの辺りで。また来週。風邪ひくなよ。